こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして育成就労制度、新しく作られる制度になりますけれど、そちらのご紹介をしていきたいと思います。この制度はですね、以前も動画でご紹介をしましたけれど、技能実習制度に対する大きな批判というところを受けて、新たな制度を作っていこうというふうに今検討されております。そして新たな制度につきましては、当初はですね、育成技能という名前の案が上がったんですけれど、最終的には育成就労といった制度の名前に決着をしたようで、こちらの内容の制度について固めていって法案提出といった流れになっております。こちらはですね、育成を目的とした外国人雇用制度といったところになっております。そもそもですね、外国人技能実習制度につきましては以前から批判があったところではありますけれど、こういった批判を受けて2018年、2019年にですね、特定技能制度というのを作ったわけですけれど、ただそれでもやはり技能実習制度に対する批判というのが、収まらない、そしてなかなか改善されないといった状況の中で、今回の概要としては、そもそも技能実習制度自体の事実上の廃止といったところ、そしてそもそも技能実習制度の批判を避けるために作った特定技能制度についてはどういったものなのか。そして今回作られます技能実習制度に代わる新しい制度、育成就労制度についてですね、まだ詳細はですね、作られておりませんので、有識者会議の最終報告書をもとにですね、概要だけといった形になりますけれど、どういったものなのかについて見ていった上で、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、技能実習制度の廃止といったところで、技能実習制度自体はですね、もともと日本が海外進出をしていく上にあたって、海外現地法人の社員教育を行うために行っていたものになっています。こちらはですね、海外の現地法人などの社員教育として行っていたものについて、1993年に制度化をされたといった形で、そしてこれはですね、技能や技術または知識の途上国への移転をするといったところの目的で、国際協力の推進を大義名分として抱えているといった状況になっています。そしてですね、この技能実習制度、途中法改正はありましたけれど、1993年から始まったこの技能実習制度ですけれど、昨今では非常に問題が取り上げられているといった状況になっておりまして、技能実習の目的が形骸化をしている。そして賃金の未払いですとか人権侵害の問題、そして長期的な労働力確保、経済成長が難しいといった状況が挙げられております。現状はですね、技能実習制度対象職種というのもどんどん膨らんできておりまして、現状は88職種、そして161作業、もう作業ごとに行う内容というのが決まっているんですけれど、やはりですね、自分の周りを見てみても、この国際協力の推進のために技能実習制度を利用しているという会社さんは、ほぼ皆無と言って、この国際協力を目的として技能実習を活用されている会社さんというのはそんなにほぼないのではないかなというふうに思います。特に団体型ではそうだというふうに思いますので、結局は人手不足に対する労働力確保といったところになってくるかと思います。だからそういった中でですね、雇用する外国人の方に対する賃金、時間外労働の未払いだとか、そういったパスポートや在留カードの取り上げだとか、そういった劣悪な生活環境、労働環境と、そういったところが問題になってきている。また技能実習制度はですね、1号、2号、3号と最大ありますけれど、最大で5年間までしか、従事することができないといった形になっておりまして、5年経ったら帰ってしまうので、また新しい人を呼ばなければいけないといった状況で、なかなか長期的な労働力確保は難しいといった問題がある。こういった中でですね、日本に来てくれる技能実習生というのはどんどん増えてきているといった状況の中で、今現状は技能実習生は34万3000人ほどいらっしゃるといった状況ですね。そしてこの34万人の技能実習生ですね、そういった技能実習制度の問題を受けて、今現状失踪者というのが年間で約9000人、約1万人近くいるといった状況の中で、非常に問題視をされているといった状況。
こういったところを受けてですね、新しく作られたのが特定技能制度と言われるものになってきております。こちらは骨太の方針を掲げて、そして外国人の新しい在留制度を作っていくといったところで、2019年からスタートをしているものになっておりまして、当初ですね、技能実習生と同じように5年間で35万人ほど呼んでいこうといったところになってきております。この特定技能制度につきましては、特定産業分野で外国人を受け入れてといったところになってきますので、今現状特定産業分野、人手不足の産業として認定されているのは現在12分野といったところになっております。そして一定の専門性、技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的とするというふうになっている関係でですね、この特定技能に関しては1号2号とありますけれど、2号は1号が終了した後に移行するものになりますが、1号に関しては基本的には相当程度の知識や経験を持っていることというふうになっているので、ここはですね、試験を受けていただいて相当程度の知識経験を持っているというのを確認をする。また同様にですね、相当程度の日本語の能力も見ていくといったところになってきておりますが、実質的には、結局は技能実習制度の延長として、使われている部分、がかなり大きいのではないかなというふうに思っております。そしてこの特定技能制度、2019年から始まったわけですけれど、2020年から新型コロナウイルス感染症の影響というのもありますけれど、今現状は、約18万人の方が特定技能制度と、そしてこの18万人のうちのほとんどが技能実習制度からの切り替えといったところになってきております。そしてですね、こういった上で当初35万人という目標が実際は18万人といったところになっておりますので、こちらのですね、受け入れの上限人数といったところにつきましても今後再度検討をしていくというふうになっております。またこの特定技能制度につきましては、特定産業分野といってもですね、いわゆる業界団体から申し入れがあってそれを国が認めた場合といった形になっておりまして、ここに関しましては今、バス、トラック、タクシー業界がですね、自動車運転業としての分野追加を求めているといった状況になってきておりますので、今後ですね、この特定技能制度における対象業種がですね、今12分野ではありますけれど、増えていく可能性はあると。そして、こういったところに特定技能に関しまして労働力不足を解消するためといったところで、こう試験まで設けてやっているわけですけれど、特にですね、建設に関しましては、この建設の評価試験ですね、各界の受験者というのがですね、1名とか、なしとか、数名といった状況で、受験者なしで合格者なしといった状況とかが続いている状況で、ちょっとですね、分野によってかなり偏りがある中で、この特定技能制度がうまく運用されていないのではないかなというふうに思っております。そして今回新たに作られたのが育成就労制度といったところになってきております。もちろん技能実習制度に代わる新しい制度といった形になりますけれど、こちらはですね、まずは1番目のところですね、特定技能1号の水準まで育成をしていくということを目的として3年間の育成を行うという形になってくるので、特定技能制度今1号2号とありますけれど、特定技能の0号と言ってもいいのではないかなというふうに思いますが、別に制度を作る必要があるのかどうかといったところになってきております。そして従事する業務の範囲に関しては特定技能と同一にするという形になっておりますので、ますます別に制度を設ける必要があるのかといったところではあります。また転籍については非常に問題になっていて、当初はですね2年間、転籍不可といった状況もありましたが、地方からのかなり、人材流出の、ところの批判を受けたりとかして1年だとか、猶予期間があったりだとかいった形で少し、原則今のところ1年間といったところで転籍の制限がかけられているといった状況。そして転籍する上ではですね、ある程度の要件を課していて、日本語と技能の試験を必須にするといったところもある。またですね、外国の送り出し機関に、払う支払い手数料ですね、いわゆる外国人の方が日本に来る上で、現地の送り出し機関を利用するわけですけれど、そこに払う費用に関しても受け入れ企業が負担をする仕組みを導入をしていくといったところになってくる。そしてこの育成就労制度で外国人が日本に来ようとした時の能力要件ですけれど、業務に関する知識や
経験というのを求められておりませんで、就労前に関しては日本語能力だけといったところで今のところ提示されております。JF スタンダードに関しては A1、そして日本語能力検定、JLPT に関しては N5 といったところが最低要件にはなっておりますけれど、ただしですね、合格が必須となっているんですけど、または、相当の講習を受講すれば OK となっているので、必ずしも合格が条件になってはいないのではないかなというふうに思っております。こういった形でですね、育成就労については制度を作っていって、2026年の通常国会で法案提出をしていくといったところになってきております。そしてですね、こちら、いつからスタートをしていくのかといったところになってきますけれど、特定技能制度の時にはですね、12月に法改正がされて、翌年の4月から約5ヶ月経ってスタートをしておりますので、令和6年度の通常国会に提出して1月に法案通過をした場合には、早くとも6月、7月ぐらいには始まるのではないかなというふうに思っております。そして今回のですね、技能実習制度に代わる育成就労制度が作られることによって、育成就労から特定技能、そして特定技能に関しましては、以前動画でご紹介をしましたけれど、2号の対象分野に関しても、もともと2分野から11分野に拡大をされて、外国人の無制限就労体制というのが整いつつあります。そういった形でですね、今後、外国人が無制限で就労していく、土壌ができましたので、今後はそういった環境づくりというのも必要になってくる。またですね、制度として作ったとしても、全世界的に人手不足の状況になっておりますので、外国人が日本を選んでくれるかどうかといったところも問題になってきます。したがってですね、制度として外国人から選ばれる制度にもなるのが必要ですし、そして会社としても外国人から選ばれる環境を作っていくといったところが非常に重要になってくるのではないかというふうに思っております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。